どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。好きな飲み物は貴様の炭酸割りさやです。怖っこいつが一番気になる。なんだ6年生って何があったんだ。どっかにね1年生もいるんですよ。ああ、最近撮ってる動画の中のどっかにね、どっかに1年生がいて、なるほどね、1年生とぜひ見比べてみてほしい。確かに順番わかんないからね、出る順番はね、ちゃんと育ってるのがわかるから、なるほどね、ということで今回こちら、吹奏楽の有名楽曲から妄想お絵かき。いいロングトーンでしたねこんなこと言うとなんか身も蓋もないんだけど、俺はもう再生回数なんかどうでもいいんだ。どうしたの？再生回数に取りつかれて前を見てるんだか後ろを見てるんだかわからなくなってるゲンさんがそんなことないんですけど、だいたいいつも夏目さんちって動画を撮るときに僕が企画で考えるのは、なるべく多くの人が楽しめる動画にしようっていうコンセプトでやることが多いんですけど、要は吹奏楽って吹奏楽部でね、皆さん知ってると思うんですよ。トランペットとか、トランペットとかね、ユーフォニウム、ユーフォニアムな、コロンボーン、コロンボーン刑事吹奏楽部で皆さんイメージしていただければ問題ないんだけど、僕元吹奏楽部なんです。やらしいですね、どうやら。実は僕は吹奏楽めっちゃ好きで、今でも本当はやりたいんだけど、なんだかんだ楽器はできてないよっていう状況なんですけど、なぜか撮影部屋にずっとトランペット置いてある。おまじないのように置いてあるんですけど、言ってしまえばでも吹奏楽をやってないと楽しめない企画なんじゃないかと思って、今まで吹奏楽企画をやりたいけど避けてたの。でももういいか、もうどうでもいいやってなっちゃって。どうしちゃったんだっけ、学校によってはあると思うけど、吹奏楽やってる性別、あんまり精査ないと思うんだけど、最近ちょっと分かんないんだけど、夏目さんち見てる視聴者層で吹奏楽やってる方案外多いんじゃなかろうかっていう一縷の望みをかけて、今回出てくる曲をさらっと聴いて、あ、なんかいいからみんな聴けっていうやつ。なんか吹奏楽全然よく分かんないけど、なんか本当にもうマジ知らんから。もう本当に知らないよ、もう生まれたての赤子ぐらいこの世界のこと知らないから、ちょうどいい塩梅でみんなにこうお届けしていければという動画なので、吹奏楽の名曲を聴いて、その名曲から受けたインスピレーションからイラストとその物語設定を考えてお絵かきしよう。ただそれだけ。はい、ということで、早速1回戦目です。ズってなんだそのズは。なんかゲンさんがいろいろ準備してくれてる間にさやもズしてたわけ。準備してたの。そうすると吹奏楽部の人でもなんその曲みたいなのを選んじゃう可能性があって。ということは君はこじらせた吹奏楽部。あ、そう、こじらせおじさんだった。こじらせおじさんだったじゃねえよ。今現在こじらせおじさんで、当時は車に構え高校生だった。まあそんなこと。もう今回これを機にみんなも吹奏楽の沼に落ちてほしい。そうですね。誰でも知ってますね。いや、吹奏楽やる人だったらね、例えば高校で、中学含めて中高で6年間水部やってたら1回はやるんじゃないかっていうぐらい。こちらしかもゲームがめちゃめちゃ好きな人だったら聞いたことあるかも。ポケモンの SV あるじゃないですか。夏目さんちでもね、これシリーズやりました。はい、スカーレット・バイオレットのね、やりました。はい、夏リオシリーズやったでしょ。これのポケモン SV のサードトレーラーの BGM がこのアルバマー序曲で密かに吹奏楽界が湧いたという。ポケモンダイレクトだったっけ、任天堂ダイレクトか忘れたけど、あ、そう、なんかその時にゲンさんがなんかこっちはって、そう、さやと僕の温度差エグかった。エグかった本当に。はい、ということで今回はアルバマー序曲ですね。こちら作曲者ジェームズ・バーンズなんですけども、大阪桐蔭吹奏楽部さんの演奏を我々聴かせていただくっていう感じでいきます。レッツワールドになった今回の SV にぴったりのね感じだったっていうのはよくわかりますね。あ、たくさんポケモンがいるわ。自然の中でのびのびと生きるポケモンたちが。やめろ、消せ一回そのポケモンは。タンバリンかっこよ。タンバリンお前そんなだったのかよっていう感じだよね。ノリノリの人がいる。タンバリンもノリノリだろう。ゲンさんが懐かしいとか言うから、その草原を走るさ映像の中にゲンさんも一人走ってるみたいな感じになっちゃったじゃん今。インスピレーションからキャラクターというかイラストを描いていただければと思います。かしこまりました。じゃあ制限時間20分にしましょうか。はい、よーいスタート。さあ行くぞ。何も聞いてなかったの。弱視。どうしようかな。いやもう青空と草原と太陽がなんか
これはポケモンのイメージに引っ張られてるんだろうかと思うんだけど。でもこれはね間違ってないと思いますよ。草原というか、構成というか起承転結が曲の中にあるから、仲間たちとね、は相当むずい。ちなみにちょっとすごい庶民的な話になると、アルバマー序曲の曲の題名の由来は作曲者の近所によく行ってたゴルフ場の名前です。何それ。急になんかスッとスケールされて、確かにアルバマー大陸のさ、冒険の話かと思うさね。由来になったゴルフ場のアルバマーの由来は、アルバさんとマリーさんが経営してました。アルバ&マリーがアルバマーってこと？そう、アルバ&マリーの経営するゴルフ場がっていう。ということはアルバマー大陸に飛び散ったさ、勇者たちの名前がさ、アルバとマリーだったっていう可能性もある。そういうことだよね。なんかさ、全然関係ないんだけどさ、さっきねゲンさんとこの曲を聴いてる時にめっちゃタンバリンかっこいいって話してた。あ、そうだねそうだね。漫画とかでさ、いつもさ抜けててさ、なんかもう食べられないよみたいな感じで言ってる。三大吹奏楽部が吹奏楽部じゃないやつに切り散らかす案件の地雷ね。野球部男子をビンタしたいとみんな思ってる。野球部に一体何の恨みが。これは俺の偏見ね。これは僕は野球部男子がそういうこと言ってるやつがいたってだけなんだけど、カスタネットとタンバリンはね鬼むずいからなっていう。ゲンさんがねめっちゃ書き進めてる間にすごい設定頭の中にすごい詰めて、練り練りしちゃった。練り練りしちゃって、でもこいつつけてくれるこいつ。はい、どういう感じなのこれ。この世界は魔物とかモンスターみたいなやつが、剣と魔法の世界ね。いや違う、剣と魔法じゃないんだ。危険も隣り合わせなんだけど、魔法を使えてしまう人間で、僕は選ばれたんだっつってどっかに行ってしまって、そのお兄様を探すために旅に出れないです。もともとずっと幼馴染っていう設定、同じ村出身みたいな。あ、そう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 。それでこいつ漁師でハンター的な、だからもうめちゃ強みたいな、クソ強みで、いや待って、妄想がうまくまとめられない。まとめて、頑張ってまとめて。そう、ハンターの家系で、いろんな外の世界の知識をもりもりに持ってて、お嬢様が出るっていうから、選ばれし者しか魔法が持てない世界で、幼馴染もう一人魔法使いです。おー、150歳です。気持ち悪いの乗ってるね。気持ち悪いの乗ってる。手の先っちょに鉄球つけてこれで殴ってくるから。間受けた冒険感を神に変換した。この3人でだったらほら口の中に風味が広がってきたかもしれない。でしょ。空の色はずっと赤い。草木は枯れて黒いなんかよくわからないやつがいっぱい飛んでる。この子は1人と2匹で、これちょっとまだね映ってないんですよ。でかすぎる。あ、いるんだ。謎生物に乗ってるんだけど、この世界は雨が降らない世界。滅びちゃう。そう、滅びてる雨が降らない世界で、とある人も探してるんだけど、この世界にまずは雨を降らさなきゃいけないっていう。かつて仲間と旅をした美しいこのアルバマー大陸を取り戻すために。ねえよ別に。何年後の姿かわかんない。そうだよ。繋がっちゃうかもしれんよ。ねえ、解釈が多すぎちゃうな。確かに。もっと次駆け巡これもうめちゃくちゃ僕が大好きな曲でもあるし、作曲家が大好きです。知ってるバンデルロースの楽曲って言えばアルセナルの方だと思うんだけど、だけど我慢できなくてプスタかなっていう。本当はもっと選びたかったのはマーキュリーっていう曲ですっごいいい曲なの。で何回もさやに布教しようとサイレントでめっちゃ流してる。じゃあもしかして私はさ、知らないのに知ってるっていう可能性もある。マーキュリー流すとなんだろうこの気持ちは。まあ多分吹奏楽やってない人からして何のこっちゃって話がずっとついてるんですけど、吹奏楽やってない人、で多分吹奏楽やってる人は僕と同じ目をだと言えばもうみんな聞いたことある。ご存知ですよねみたいな手でこいつ始めやがった。マジで無自覚だった今。自分でびっくりしちゃって今。いやなっちゃったよ今。が始まるという感じが。ごめんなさい、ね、コメンタリーが入っちゃって。オーディオコメンタリー入っちゃう。それは何？真面目に聞いてる？吹奏楽のコンサート来て暇してる子供みたいな手の動きがしてるけど。聞いてる、めっちゃ聞いてる。かっこいい。ほら来るここか。逆でした。ゲンさんこれ聞かさないまま私に絵描かそうとしてたの？びっくりしちゃった今。いやでももう浮かびました。わかりました。やっぱすごい物語があったわ。第1楽章から第4楽章までさ、もう全然違う曲言うね。俺だけのローストって思っちゃってた。わかるこの感じ。この痛々しい感じわかる？この素晴らしい曲を俺だけが知っているんじゃなかろうかと。最近っていうかまあだいぶ前からだけど、ある現象とちょっと合わせて世界的な映画監督のクリストファー・ノーラン監督っていうのが僕大好きなんだけど、メメントとかインセプションとかインターステラーとかね、テネットとか最近だと、でオッペンハイマー、最高に面白いです。大作映画というかさ、まあ、この辺りを作ってる方なんですけど、興
業シーンがドーンいっててさ、見てないわけないじゃんみんなが。なのに俺だけのノーランってもうこの現象に近い。そう。ゲンさんってやっぱそれを作ったクリエイターの方に注目するんだなって出会った頃から思ってて。てかね、違うの、最終的にその人の作風、あ、やっぱすごいなゲンさんは。すごいなって思ってたんだよ。ピーヨン入れるよ。唐突に名字暴露する。やめろマジ。意外と今回僕は持ってきた楽曲は、吹奏楽の魅力ビギナーズセットみたいな、もうこの曲いいよねとか、いい思い出があったりとかさっていうやつを選んだつもりなの。異論は受け付けるから、いろいろいっぱいおすすめ書いてほしい。ドン。かっこよ。あ、じゃあ僕からいくか。いや、すごいかっこいいんだけど。なんですけど、赤い空ですね。そう、この子は雨を降る方法を探してるんだけど、どうやったら雨が降るかがわからないという世界。かつこの子が小さい頃にずっと一緒にいた実のおじさんはある日何かと引き換えにいなくなってしまったっていう。でそれを探してる女の子が旅してたどり着いた世界、この世界唯一の森林とのキモ巨大サンドワームみたいなやつが出てきたところをこの子が倒してんだ。そう、大量の槍をザクザクザクって刺して、倒して現れたっていう女の子です。これ女の子なんだ。いいですね。野生児、野生児系のフィジカルタイプの女の子で、さらにこの子この白いのこれね、花形の白いペンダントなんですけど、物語のキーワード出てきた。絵がかっこいい。めっちゃいいね。さやさんは？さやさん好きなシーン書いちゃったんだけど。好きなシーン書いちゃった。好きなシーン、今回ね、プスタって曲を聴かせていただいて、イメージしてるのはこいつの生涯だったのよ。こいつの生涯。なのに好きなシーンだけ書いちゃったからこうなっちゃったのよ。どういうこと？いろいろ妄想してるうちに一人の少年がある女の子に恋をして、もともとはすごく素朴というか、もう本当に山奥のハイジが住んでるとこ想像して、あんな感じの場所、あんな感じの場所に住んでる少年が単身街に出てきて、その子にもう一度会いたい、その子に告白しに行きたいみたいな物語を私が想像したのね。でそれがこいつですよ。身分も何もないこの少年ね。でも身分が高い女の子に恋をしてしまった。自分は身分がないからそもそも出会えないかもしれない。だけど神父様とか神様関係の学校に入れば会う機会があるっていうことを知り、神父様になるための修行をしてたっていう男っていうやつ。そう、まずこれ旅の一個。前回のやつなんだね。前回のやつだ。でこの子に恋をしてたこいつは。でこの子に会うために神父様になった。あ、そうなんだ。そう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 。ややこしいやつ出てきた。そうで旅の中で悪いやつだと結婚させられそうになったこの子の結婚式に神父としてなるほど侵入して助けに行くんだけど、こいつもこの子が好きだからなんかイエーイみたいな感じになっちゃったやつを従者の皆さんがあわわわって追っかけてるんですね。なるほどね。一番なんかこうわーって盛り上がってたじゃん、曲の最後の方。この子とこの町の偉い人の結婚式が行われるカーニバル状態の街の中をこの2人で逃げてるっていうシーンで終わりっていうイメージです。ごめんね、なんかもう妄想がだいぶはかどったね。これ最初に聞くとね、そこに引っ張られると思って伏せてたんですけど、プスタっていうのがハンガリーの広大な平原の名前で、ヨーロッパ系のその中心で放浪生活を送ってる民族っていうのがジプシーっていう民族がいるんですけど、ジプシーの舞曲をテーマにしてる曲なんですよ。そう、4つのロマの舞曲。なんで結構こう民族系の曲というか、それをなんか私お祭り感としていやでもそんな感じだよね。そんなイメージもあるかもしれない。そう、フェスティバル、カーニバル、フェスティバル、わからないバル。なかなかさ、こういう曲を3曲連続で聴いたりとかもしないから。確かにね、さやなんか特にそうだね。いや、そう、でぜひ皆さんもこの次の曲も聴いてください。楽しい曲です。じゃあ行きましょう。トイレ。さあということで3回戦目、これはマジのド定番、吹奏楽定期演奏会とか、コンサートで、アンコールに配置されがちな曲です。宝島。これね、吹奏楽やってる人も知らない人もたまにいるんですけど、オリジナルはフュージョングループのザ・スクエアっていうバンドがあって、この楽曲なんですよ。それを吹奏楽版に真島敏夫さんっていう有名なアレンジャーの人がいるんだけど、がアレンジしたのが吹奏楽版。作曲者は泉弘隆さんっていうね、ザ・スクエアの人なんですけども、遠からず近からずなド偏見かもしれないんだけど、まあ先輩が泣いてるよこの曲を演奏しながら。定期演奏会だったりなんかあるじゃん、その学校独自のコンサートだったりがあって、そこで引退する先輩がだいたいこれ吹きながら泣いてるみたいなのがあると思う。てなわけで、こちらはですね、アニメの「響けユーフォニアム」のエピソードの中でフル演奏がアニメの中に入ってるっていう、なんでそれで知ってる人もいるかも。じゃあ行ってみますか。Hey you、なんか楽しそう。
ここに本当はもうちょっとね数曲ねあった上でアンコール聴いてくださいっていう流れで来たと手拍子したくなるんですよ。したくなるねこれ。ああ、っていうことでしたね。楽しい曲ですね。はい。なんか普通に聴き入っててさ、何も考えてないんだけど。本日も夏目定期演奏会にお越しいただきありがとうございました。この曲で私たちは引退することになりますみたいな感じにって言ってる人もいたりね。たまにあるんですよ。演奏会の途中にちょっと一瞬スッて音量が下がって部長がナレーションしたりとかする時あるんですよ。たまにそういうのが。いきましょうね。喋りながら新しい。どうしようかな。結婚したんだけど頭の中で。でもなんかそういう大団円はありそうだよね。なんか大団円的な感じだよね。今まで冒険してきた仲間たちみんな出てきたやろ。出てきたね、確実に。なんかさっきの曲もさ思ったんだけどさ、すごくさ楽しい曲じゃん。なのになんかさすごく切ない気持ちになるのさ。わかるわかるわかる。これは何？それこそなんかあれなんじゃない？音楽のそのコード進行とかさ和音にその力があるんじゃない？あ、そういう？多分僕その辺詳しくないから全然わかんないけど、そういうのがありそう。そういう気持ちにさせるコード進行とかそういうのありそうだよね。ありそう。おめでとうパパー。もう花舞っちゃう。でもこの場合あいつにはちゃんと相手がいないといけない。2話目のあいつには。あいつね。そう。あいつにはいなきゃいけない。誰と結ばれたかネタバレされたんだけど。ごめんね。追っかけてた？アニメ勢だったんだ。見てないアニメツイッターでネタバレされた気持ち。あ、そうなんだみたいな。そういうね展開になるんだみたいな。ごめん。この後ハマるチャンスを失ってしまったかもしれない。マジでごめんね。今までの旅の中で出会ってきた仲間たちいっぱい書きたいんだけど出会ってないから。マジでそうマジでそう出会ってないの。書きたいのに書けない。悲しいな。これ宿屋にいた女の子だよね。みんなは知ってるよね。あの時薬草を分けてくれた子。割と序盤のね。あの子も来てるってなってるやつ。でもさ最終回近辺でどんどんいろんなさ、今まで出てきたキャラ出てくるのマジでたまらんよな。いやたまらん。お祝いの席とかでさみんな来てる感じすごい好きなんだよな。お祝いの席とかでもそうだけど、最終回付近の展開でさ、ちっちゃいコマに昔のキャラ普通にいんのめっちゃ好きなんよ。わかる。まあ今のワンピースなんですけど。そうなんだ。最終回付近ではないけど今ってワンピース結構なところ佳境でちっちゃいコマにめちゃくちゃ昔いたキャラが当たり前のようにいたりして、うわあっちーってなってる。世界は今どんどん一つの方向に向かっているんだこの事件はみたいなところまで来ててさ、読めよ。今この作品追ってるからな。そっか。まあその作品完結したらでいいよ。もうちょっと終わるでしょだって。あと12分ぐらいで完結するでしょその作品。次はワンピース一緒だから。ということで3回戦目宝島終わりました。こちらです。せーのドン。そういうのはもういいか。よくないだろ。結婚しとる。結婚しとる羊と。誰だこいつら。20秒ぐらい悩んだ。冒険の中で出会った仲間たちがすごいねお祝いに来てくれるっていう図が書きたかったんだけど、そもそも俺冒険してねえから。そうなんだよな。来る仲間たちが誰だかわからなくて、知らん人たち書いてるってことでしょ。存在しない記憶があるやつら書いてる。大変だった。だから最終回の一コマじゃん。いやそう。さや先生の次回作にご期待ください。煽り入るじゃん。なんすごいね。この女の子のことが好きだったこいつにはほら見て。うわなんかいる。カタツのお姉さんが。カタツの女の子がそうパートナーとして登場してる回は。なるほどね。皆さんも見ていただけましたよね。15巻ぐらいから出たキャラだったっけね。そういたかも。ほらあの人も来てくれてるじゃん。ほらあの時の。すげえなんか旅の途中で助けてくれる僧侶的なやつじゃん。いる。こいつあれだこいつらじゃん。あいつらじゃねえかこれ。もう書くやついなくて分かんなくなっちゃう。迷いに迷ってあれ書いてんじゃん。兄弟書いてる。タイムカプセルの時の。そう。まあというわけでね、長い旅も終わりまして最終的にね結婚がね。そうおめでとうという感じ。確かにでも宝島のめでたい感じというか、おめでたいフィナーレ感はやっぱあるよね。すごくおめでたいことがあるんだけど、でもこれで何かが終わっちゃう寂しさみたいな曲を感じたので、さやの物語は無事この人と結ばれて終わったんですね。こっち派の人だったらごめん。兄はそういえば思い出したんだけど、兄なんていなかったんだって。いるよ。旅の動機なんだったの。ふざけんの。もしかしたらなんか表だって妹のことを祝福できない立場になっちゃったのかもしれない。確かにそっか。じゃあこの中にいるかいないか微妙なところ。そうもうここにも参加できずに高い丘の上で見守ってるみたいな
そう俺はもうお前の前には出れないけどみたいな感じのちょっと闇背負い系お兄ちゃんがいてほしい。なるほどね、お兄ちゃん戦があった後のエピローグでここね。そう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 、いやいい話だったよね。なんやねん。で、源さんのやつマジ気になるんだけど、なんでそんな悲しげなの？はい、このね武器を抱えてるわけですけど、持ち主がこの子の探してたおじさん、もうおじさんはいないんだけど、こう旅の先にたどり着いたわけよ。果てにたどり着いたところで、こいつ共に旅をしてきたこいつが、雨を降らすことのできる種族の鳥っていうのをここの森林でこの子が守ってきた伝承が、こいつが雨を降らせることができるっていうのを知るわけですよ。最後その鳥が空高く飛んでいって雨が降ったわけです。別れのシーンです。雨を降らしてこうだってバーンって入る。青空が急にバーンって急にバーンってなって、だけどあの鳥はそのおじさんが唯一残した形見があの子の卵だったみたいな。切ない。で一緒に育ってきたこの鳥さんが力を使わないと雨を降らすことができないし、この赤い空が終わんないよっていう、ファンタジーな感じなんだけど、ね、別に空が赤くてもよかったのにっていう。切ねでもね、ちょっとね、宝島にちょっとやっぱりフィナーレ感もありつつ、さやが言ってたようななんかその悲しい感じというか、どこか寂しい感じがあるわけじゃん、っていうのがあるから、世界は良くなったけどみたいな、いなくなっちゃったおじさんもいないわけじゃん。もういない。そのおじさんの肩身の剣かつ一緒に残していったその卵から育ったあの子は空にそのまま行ってパーン空を晴らしてくれたけどっていう、気持ちのいい青空だけども、こんなに空が晴れることを望んでいたのにという話です。わー切なー。でもこれなんかこっち振り返ってるんだよな。この雨を降らす鳥さんが、消えちゃってこのファーってなって濡れててあたりが、ちょっと微笑んでるからなんかいると思う。誰かこの子が希望を見出す何かがここにいるけどここで終わる。はい、すごいかっこいい。今回めちゃめちゃゴリゴリのファンタジーみたいな世界がっていう妄想がはかどった3回戦でしたが、どうでしょうか、皆さん吹奏楽の、皆さんっていうかまずさやですよ、吹奏楽の魅力に気づきましたか？っていうかもうそもそもなんか曲の中にストーリーがあるから、それをなんかこう自分の中の好きなストーリーになんか当てはめてしまうというか、なんていうか概念ソング探すの好きみたいな話あるじゃないですか。あ、確かに確かに。そうだよ。だからみんな概念ソングは吹奏楽にあるよ。はい、皆さんぜひ概要欄にね、いろんな吹奏楽団がね演奏してるやつが貼ってあるので、ぜひ聞いてみてください。そしてこいつと結ばれたルートも見たい方はぜひご自身で書いてさやさんに送ってくださいね。なんなんだ。イフルートを人に書かすの。